皆さんこんにちは、渡辺です。今回は北海道の山奥にある秘境の一軒宿に宿泊します。人マニアに人気の温泉宿みたいで、何がどう人気なのかレビューしてみたいと思います。一体どんな場所にあってどんな温泉なのか楽しみです。場所は北海道加東郡鹿追町。電波も届かない山奥に佇む一軒宿、然別峡観音温泉に宿泊します。よし、到着です。到着しました。こちらね、三国峠になるんですけど、雨も降ってて、霧がかかってね、景色は何も見えません。撮影スポットはね、こちらではなくてね、もうちょい先に進んだところにすごくいい景色が見れるんですけど、雨が止む間、トイレもありますんで、こちらの方で待機したいと思います。現在の気温はね、7度しかなくて、すごく寒いです。コンビニでサンドイッチ買っておいたんで、食べて待機したいと思います。ちょっとね、いつまで待ってても雨が収まらないですね。一応雨雲レーダーはもう降らないみたいなんですけど、展望台の方に向かいます。雨が、結構降ってる。霧はね、ちょっと晴れてきました。見れたらいいんだけどね。よし、お客さんがいます。はい、橋の上からね、すごく綺麗に見えます。とりあえずね、向かいます。まだね、雨は結構降ってるんですけど、あと5分ぐらいで止むと思います。カメラマンが行ってますね。今、いい景色が撮れるんでしょうか。車両の妨げになるんで、ここからはね、歩いていかないとダメです。こちらですね。雲海が見れるかなと思ったんですけど、ただの霧だったようです。三国峠は道道273号線の峠で、標高は1139メートルにあります。自動車で通れる国道の峠としては北海道で最も高いそうです。こんな感じでね、大雪山ふもとの大樹海が広がっています。橋の上にいてすごく安全なんですけど、足がすくみます。いや、それにしても綺麗ですね。はい、またね、霧と雨が強くなってきて、景色も見えなくなっちゃったんで、もう次の目的地に向かいたいと思います。めっちゃ雨降ってきました。なんか天気予報がね、コロコロ変わってきてます。標高が高いからですかね。次の目的地に向かいます。この辺りはもうだいぶ紅葉してますね。幌加駅っていうんかな。すごいね、鉄道の橋があったんで寄ってみました。で、こちらはね、幌加駅っていう、かつてはね、駅があった場所みたいです。この周辺はヒグマの出没が相次いでるみたいです。ちょっとどんな場所かわかんないんですけど、行ってみたいと思います。いやー、なんか熊がいそうですね、確かに。どこが駅の跡なんでしょうね。
一応ここは道になってますね。こちらですね。こちらが幌加駅の跡みたいな感じですね。こちらに車止めれましたね。帯広駅から96キロあったみたいですね。この一つ隣の駅の十勝三俣駅が、終点みたいです。昭和29年に台風によってこの周辺が大量の倒木が発生して、その処理のために住宅とか商店で飲食店や事業所などが建設されたそうです。なので昭和37年頃のこちらは約80軒の建物があって350人ぐらいの人が住んで賑やかな街だったそうです。昔はここで SL が走ってたみたいですね。昭和53年に 18.6km の列車運行が廃止され、バスによる代行輸送に代わり、愚かな駅としての役割は終わったそうです。鉄道とか詳しくないんで、自分からしたら線路の跡があるだけって感じなんですけど、好きな人からしたらたまらない場所なんでしょうね。これで線路の方向を変えるんですかね。知識がないんでわかんないんですけど。わ、すごい動く。全然何かわかんないんですけど、当時のまま残っているっていう感じですね。線路の上を歩く経験ってなかなかできないんで面白いですね。こちらがね、駅の跡ですね。右に行くとぬかびらっていう駅ですね。左に行くと十勝三俣という駅みたいです。穴場なのか、ちょっとマニアックな場所なのか、観光客は全くいないですね。あと不気味な動物の鳴き声が聞こえてきます。駅のね、建物の跡そのものはないんですけど、こんな感じで当時あったものがちょこちょこ残ってるって感じですね。これは何なんでしょうか。何のためのものなのか全くわかりません。廃線になる前はこんな感じで電車をここで待ってたんですね。いつヒグマが出てくるかわからないのに、ここで電車を待つっていうのはめちゃくちゃ怖いですね。もうそろそろこちらも雪が降るんでしょうか。雪虫がね、たくさん飛んでます。今ね、こう廃線だからできることがあるんですけど、やってみたかったことをやってみます。普通なら絶対やってはいけないことですよね。線路の上に石を置いたら重罪ですね。鉄道とかに、知識がない人はこういう楽しみ方ができます。でも一応負けておきます。今じゃ考えられないですけど、昔はここも賑やかだったみたいですね。この線路跡だけ見るとなんかすごく悲しい気持ちになります。この先にね、こちらの線路を利用した面白い乗り物があるみたいなんで、そちらの方にね、今から行ってみたいと思います。うおー、大雨や。ここに止めてるんですけど、この先をね、もう少し行けば橋の跡があります。でもごめんなさい、今日はもう大雨なんで行きません。はい、じゃあね、次の目的地に向かいます。だいぶ小雨になってきましたね。よし。今日何曜？水曜。定休日じゃん。そうか。調べたんじゃない？仕方ないね。今日はね、この森のトロッコ鉄道エコレールっていうのに乗って楽しみたかったんですけど、水曜と木曜は定休日みたいです。こんな感じで森の中走ったらすごく気持ちいいだろうなと思って来たんですけど、はい、ちょっとね、残念ですね。動画的に大丈夫でしょうか。全然撮れ高がないんですけど、この先にね、然別湖っていう湖があるんで、そちらの方に行きたいと思います。絶景。
ですね。こちらがね、然別湖ですね。晴れてたらね、すごい綺麗なんですけど、残念ながらね、微妙な天気です。このもうちょっと先に線路があるみたいなんで、そちらをね、見に行きたいと思います。うわ、すごっ。映ってるかな。魚だらけです。何の魚かわかんないですけど、よいしょ。よし。こちらにね、この船をね、上げるためのレールがあるんですけど、このレールがね、ちょっとジブリっぽいとか、そんな感じで SNS でね、話題になってたんで、来てみたんですけど、意外とね、残念スポットでした。実際この距離から見ると、こんな感じですね。固定線路の方見てきたんですけど、カメラ越しだとね、アニメのワンシーン出てきそうな風景なんですけど、もう実際見てみるとね、ちょっと残念スポットかなと思いました。写真を撮るにはね、すごくいいスポットなんですけど、観光するようなスポットじゃないのかなと個人的に思いました。ただね、紅葉がすごく綺麗で、湖もすごく透き通ってて綺麗でした。すごいいい天気になったんやけど。はい、ちょっとね、急遽立ち寄ってみました。こちらはね、線状崩れっていう溶岩が崩れてできた地形で、別に絶景とかそういう場所ではないんですけど、運が良かったらね、泣きウサギっていうね、ウサギの仲間が見れるみたいです。生きた化石とも呼ばれてて、見た目はね、ネズミなんですけど、一応ウサギの仲間だそうです。大きさも15センチほどで、鳴き声がすごく可愛いみたいです。はい、しばらくね、目を凝らして探してたんですけど、簡単には見つかりませんね。いや、今日はついてないですね。ウサギは見れないし、朝から大雨やし、トロッコは定休日やし、ちょっと今日はね、すごくグダグダですけど、すみません。山から降りてね、少し町になりました。1キロ先に道の駅があるんで、そちらでね、お昼ご飯食べてから宿の方に向かいたいと思います。道の駅鹿追っていう場所に来ました。なんかご飯屋さんはなさそうですね。入り口すぐにね、チョウザメがいました。すごい。北海道にいる八角っていう魚にすごく似てます。こちらがね、泣きウサギですね。いや、こんな可愛いんですね。ちょっとね、お客さん多くて店内は映せなかったんですけど、自分の大好きな花チーズ買いました。こちら焼きホタテなんですけどね、130円ですごく安かったんで買いました。で、こちらではね、ちょっと飲食店がなかったんで、コンビニでお昼済ましてから宿の方に向かいます。はい、コンビニでね、鶏天うどん食べてきました。でっかい虹が出てます。カメラに映ってるかどうかわかんないですけど、ここですね、こう虹が出てますね。
結構ね走ってきたんですけど、宿まではねまだあと7キロもあります。だんだん真っ暗になってきました。薄気味悪いですね。で、妻は爆睡してます。すっごい人慣れしてるね。人慣れしてる人慣れっていうか全然怖がらへんね。この距離やのに。はい、到着しました。駐車場に到着したんですけど、鹿がお出迎えしてくれました。この辺は標高が高くて10月頭なんですけど、白い息が出ます。ちょっと駐車場からね距離があります。で、こちらは温泉みたいですね。湯気がもくもく出てます。こちらはですね、然別峡観音温泉になります。人ファンに人気の宿みたいです。それではね、早速チェックインします。ちょっと坂で息が上がってます。おお、これは温泉ですね。あ、向こうには滝が流れてます。で、こちらにも温泉がありますね。で、受付はこちらです。玄関入ってすぐこちらヒグマの剥製があります。結構大きいんですけど、これでもまだまだ子供だと思います。で、こちらが受付ですね。で、受付の向こう側はイコロボッカの湯というね内風呂になります。フロントの横はこんな感じですね。玄関入ってこちらが階段になります。こちらは3階建てで2階3階は客室となってます。で、こちらは鍵付きのロッカーと洗濯機と乾燥機があります。はい。で、今日宿泊するのが3階のお部屋になります。2階はこんな感じですね。全部客室ですね。ちなみにエレベーターはないです。こちらくつろげるスペースとなっています。山奥なんですごく虫が多いですね。自分はそんなに気にならないですけど、虫が苦手な人はちょっとダメかもしれませんね。今日泊まるお部屋はこちら305号室になります。カワセミというお部屋ですね。それでは入ります。部屋はねこんな感じです。こちらはですね、広々ファミリールームっていうお部屋みたいで、こちらのお部屋しか空いてませんでした。こちらね、3人用のお部屋になります。料金はおそらく一緒だと思います。玄関入ってすぐ右側ですね、こちらがトイレになりますね。で、こちら洗面所です。アメニティも置いてありますね。3人用なんで一応ね3人分用意してくれてます。で、こちらにタオルとドライヤーがありますね。で、この部屋は、シャワールームはないようです。洗面所の向かいはキッチンですね。投資目的に来られた方用ですかね。食器類はないみたいですね。はい。で、こちらクローゼットです。扇風機と加湿器と毛布がありますね。で、その下にね、浴衣とかバスタオルが用意してくれています。
こちらのタオル、印刷されてますね。ちょっと見てみます。妻との共同作業で撮影してます。ちょっとね、印字の薄いタオルになります。で、こちらテーブルなんですけど、ごめんなさい、もう荷物を置いちゃってます。で、こちらテレビと冷蔵庫ですね。冷蔵庫は何も入ってないというか、電源が入ってないですね。こちらね、ほうじ茶のティーバッグがあります。夜、外に出るようなんですかね。ライトが用意してくれています。薪ストーブがありますね。で、こちら。窓からの景色はこんな感じです。目の前にはね、温泉棟があって、その先はもう大自然ですね。こちらの大きい窓は開かないんで、こちらの小窓しか開くことはできません。で、網戸がないんで、開けてたら虫入ってくるんで閉めておきます。15畳以上ありそうな感じの広さですね。開湯は明治44年で110年以上の歴史がある温泉です。13の源泉を利用して11の湯船があります。すべて自然噴出の温泉で、源泉かけ流しというよりも噴出して間もない新鮮な温泉そのものを楽しめます。この周辺にはね、野湯がたくさんあって、特に有名な鹿の湯が近くにあります。でそちらはね、7月から9月までしか利用することができないんで、残念ながら入ることはできません。木漏れ日荘の、避難経路図にはなるんですけど、まずはね、玄関入ってすぐ、この辺がフロントだったと思います。ちょっとここにはフロントって書いてないんですけど、すぐね、隣には階段があって、2階、3階と、行くことができます。で、2階、3階はすべて客室になってますね。1階にはですね、この脱衣所と浴室があります。ここはね、レストランになってて、こちらでね、朝食と夕食を食べるみたいです。で、すぐ1階のこの部分に内湯があります。19時30分まで男湯で、夜8時から女湯に切り替わるそうです。こちらは山奥なんで電波はありません。なんですけど、Wi-Fi が使えるんでありがたいです。はい。それではね、温泉の方に入りに行きたいと思います。はい。まずね、こちらがね、宿泊施設になります。で、その向かいにあるこちらがね、温泉棟ですね。宿泊施設のこの向かいにですね、滝があります。この滝の前が貸し切り風呂になりますね。ぬるいとおっしゃってたんで、一度ね、ご自身でお湯の温度を確かめて入りたいと思ったらね、受付の方で1000円支払って入浴することができます。一応ね、まずね、静音の方がどんなもんか一回見てみたいと思います。脱衣所はね、すごくこじんまりとした感じの脱衣所です。暖房もあります。こちらが露天風呂になります。いいですね。で、外が寒いせいか、かなり湯気は立ってるんですけど、落ちてきたんですね。すごい。でっかい木の枝。ちなみに静音の方が、結構暑いですけどね。ちょっと外が寒すぎて温度感覚がわかんないんですけど、全然入れますね。ほのかに硫化水素の匂いがして、で、結構ね、ちょっとぬめりのある感じの泉質です。はい。こちらのね、貸し切り風呂は17時30分に予約しましたんで、まずね、こちらの温泉棟の温泉に入りたいと思います。日帰り入浴者も利用できる温泉棟になります。今ね、撮影してもいいか許可取ってるんで、もしね、許可が下りたらね、こちらの方撮影したいと思います。外から見たらこんな感じですね。で、こんな感じで、駐車場の方まで温泉棟があります。すごいですね、この、なんか、登り窯みたいになってます。どんな温泉なんかめちゃくちゃ気になります。朝のね、清掃時間に撮影させていただいております。こっちが
日帰り入浴客用の出入り口で、こっちが宿泊者用の出入り口になっています。こちらは日帰り入浴客専用の発見機ですね。大人1名650円です。今こちらの温泉棟の方に行ってるんですけど、こちらは入ってすぐ左手がウヌカルアンナの湯、また会おうねという意味みたいです。で、すぐ向かいにあるのがウヌカルアンノーノの湯、また会おうぜという意味みたいです。階段を降りてその先にあるのが白カニペの湯と紺カニペの湯があります。銀の雫と金の雫という意味みたいですね。入ってこの左手に見える温泉の方がミナンクルアンナーの湯っていうのがまず初めにあって、ミナンクルアンノーの湯っていうのがありますね。こちらは幸せになろうねという意味と、でこちら側の湯船は幸せになろうぜっていう意味ですね。右側が、春六湖の湯で、左側が秋六名の湯というみたいです。で中はこんな感じですごいですね。中か和紙かわかんないですけど、剥製があります。こちらにはエゾジカとヒグマですね。森の中でこんなに出会ったら本当に怖いですね。その向かいはね、休憩するスペースになっています。はい、こんな感じですね。で、向こうにマッサージチェアがあります。こちらは大雪山の絵ですね。こうやって見ると本当に北海道って壮大ですね。この山の中にあるのが観音温泉になります。こうやって見ると本当秘境の一軒宿ですね。はい、まずはね、こちらの女湯から見てみます。水上はこんな感じですね。今清掃時間に撮影させていただいております。浴槽はこちらなんですけど、これ左手はね洗い場になってて、ですぐ右手に湯船があります。こちらはねちょっと厚めの温泉になってて、42、3度くらいなのかなと思います。でこちらは41度とかそれぐらいだと思います。湯船が2つあって、でそちらに洗い場があって、でこちらにもね、洗い場があります。でその洗い場の横がですね、露天風呂になります。はい、夜は、こんな感じですね。自分の座高が低いだけなのかもしれないですけど、座って入ると顎ギリギリぐらいの高さです。はい、次はね男湯です。はい、こちらの脱衣所はこんな感じですね。かなり広い脱衣所になります。でこちらがね、浴室になります。こちらが洗い場ですね。で洗い場の前にすぐ、湯船があります。ちょっと細長い感じの湯船ですね。泉質の成分が蓄積してすごいことになっています。でこちらの湯船の反対側にも、湯船があります。でこっちのお風呂場の方が広いですね。これだけでも十分なんですけど、まだねこちらに降りていく階段があります。で、こちらはですね、並木の湯と、白カニペの湯と紺カニペの湯っていうのがあります。すごい下まで降りてってます。すごっいやめちゃくちゃすごいです。この浴室内に巨大な岩が2つあって、でこちらには大きな石の壁があります。で浴室がこちらですね。いやこれは最高ですね。こんなにすごい温泉だと
思いませんでした。はい、今ちょっと降りてきたんですけど、はい、こんな感じですね。あ、こちらにも湯船がありますね。すごい。源泉が上から湧いています。で、ここはね、なんか鍾乳石みたいになってますね。すごい。で、こちらに湯船があります。あ、ちょっと意外とぬるめでした。子供が入るにはちょうどいいような温度ですね。38度とか、それぐらいの温度だと思います。で、昨日のね、夜にも撮影させていただいたんですけど、夜の映像と朝の映像がごちゃごちゃしてるかもしれません。昨日、こちらの温泉は、暗くて、なんか洞窟っぽくて、すごくね、神秘的だったんですけど、朝はどんな景色なんでしょうか。楽しみです。それではね、見てみたいと思います。あ、明るいですね、やっぱり。で、こちらが浴場になります。やっぱり明るい時もいいですね。なんだかすごくね、落ち着く空間です。朝のね、こちらの温泉はこんな感じです。なんかお湯がブルーに見えますね。こちらの浴槽の縁は泉質がね、びっしりまとわりついてます。足元もこんな感じですね。あと何十年かだったらこの床も洗浄敷みたいになりそうですね。こちらの温泉を見に行きたいと思います。トンネルの感じは夜と変わらなくて、すごく神秘的な感じがします。なんか非日常感がありますね。いや、この大きな岩がワクワク感を演出してくれます。こちらが波切りの湯ですね。暗くてね、少し分かりにくかったんですけど、濁った感じのお湯になります。夜も夜でいいんですけど、朝もいいですね。すごくね、見応えのあるお風呂です。こんな温泉、今まで見たことないですね。こちらがね、白カニペの湯で小さい湯船になってて、少しぬるい温度になります。朝と夜と比較してみてどうでしょうか。どちらもいいですよね。こちらの温泉は冒険心をくすぐられるような温泉でした。こんな感じです。日が差して湯船がすごく綺麗です。うわー、いや、これは最高ですね。浴槽がね、泉質で真っ白になってて、温泉がすごく青く見えます。よいしょ。涼しい。涼しいというよりもちょっと寒いぐらいですけど、個人的にはね、右側のお風呂の方が好きなんですけど、この景色を見るとこちらも捨てがたいですね。いやー、素晴らしい。入ってきました。めっちゃ最高でした。いや、ここは本当おすすめですね。もう真っ暗になっちゃいました。温泉棟だけで十分なんですけど、もう予約してしまったんで、こちらも入ります。貸し切り時間は30分間です。寒っ。
5時半から6時までなんですけど、6時からご飯なんで、もう急いで入らないとダメです。はい、こちらですね。よいしょ。生まれた時の姿に変身しました。で、こののれんの隙間空いてるんで、絶対見えてますよね。まあいいですけど。はい。じゃあね、入りたいと思います。あれ、さっきよりなんか湯気が少ないような感じがしますけど。はい、ちょっと湯船の枯葉を掃除しました。では入ります。ちょうどいいですね。41度ぐらいって感じですね。場所によってちょっと暑いですね。さっきの温泉よりもこっちの方が硫化水素の匂いがきついような感じがします。すごくね、野湯って感じの匂いです。いや、もう自分はこの匂いもう大好きです。いや、めっちゃ最高でした。匂いはね、こっちの方が好きです。ただね、向こうも露天風呂がありますし、大きいお風呂もあるんで、わざわざね、こちらの貸し切り風呂に入らなくてもいいかなとは思いました。よいしょ。もう頭乾かしてる暇ないんで、もう頭びちゃびちゃのまま食事に行きます。よし。ご飯とお味噌汁はセルフです。はい、夕食はこんな感じですね。で、お酒飲めないんで、こちら、北海道といえばガラナですよね。こちらは何でしょうか。わ、すごい。ホタテに牡蠣につくねにで野菜に赤魚みたいな魚が入ってます。こちらお刺身ですね。ホタテ、サーモン、しめ鯖。はい、こんな感じです。いただきます。こちら何かわからないですけど来ました。うん、美味しい。あ、熱々。ホタテもめちゃめちゃでかいです。甘いね、ホタテ。おー、めっちゃ美味しそうです。味ついてるみたいなんで、そのままね、いただきます。牡蠣プリップリ、ホタテ、よいしょ。はい、最後デザートいただきます。プリンですかね。うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よいしょ。ご飯の方食べてきました。こちらね、飲みきれなかったんで持って帰ってきました。ご飯はね、すごく美味しかったです。ただ、おかずの量とかね、少ないのかなと感じました。男性ならちょっと物足りないのかもしれません。ご飯とね、お味噌汁がおかわりできるんで、お腹いっぱいにはなると思います。おはようございます。7時になりましたんで、朝食に向かいたいと思います。こちらですね。朝食はね、こんな感じです。ご飯とお味噌汁はセルフになってます。いただきます。よいしょ。朝からしみる。うん。ご飯とお味噌汁おかわりしてきました。ご
ごちそうさまでしたごち。そうさまでした。朝ごはん食べてきました。美味しかったです。ご飯おかわりしてしまいました。こちらの宿に泊まっての感想なんですけど、夕食はね、おかずの種類がちょっと少なかったんで、もう少し欲しいかなと思いました。ご飯はすごく美味しかったです。朝食はね、すごくちょうどいい量で美味しかったです。今回は3階に泊まったんですけど、夕食とか、あと温泉に行くのに階段を何回も上り下りするんで、結構ね、息が上がります。でもね、気になった点を吹き飛ばすぐらいの最高の温泉でした。歴史を刻まないと出せない雰囲気というか、風格のある温泉で、すごくおすすめです。気になる料金の方はですね、大人2名1泊2食付きで23,940円でした。この大自然に囲まれた中でご飯を食べて、で最高の温泉に入って1人当たり12,000円だったらかなり安いと思います。皆さんもよかったらね、この山奥の秘湯に泊まりに来てはいかがでしょうか。チェックアウトしてきました。本当にいい天気やね。それでは次の目的地に向かいます。すごくね、ワクワクさせてくれる温泉宿でした。